肉、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 ジュージュー焼肉。立ち上る煙。ふわっと漂う香ばしい肉の香り。それぞれの店の自慢の冷麺やキムチ。今日は久慈市にある焼肉店を6店舗すべてご紹介いたしましょう。久慈は海の幸のイメージが強いですが、実は焼肉もレベルが高いんです。焼肉店それぞれに個性があって、どこへ行っても楽しめるのが久慈の魅力です。まずは1店舗目、浦島屋。マッサージオリエンタルとほぼ同時期に新規オープンした焼肉屋さん。ランチに訪れたのですが、なかなか私好みのお店でした。肉の種類を少しずついろいろ楽しめて、その一つ一つが肉質しっかりしていて美味しいんです。トントロ。昭和レシピチャンネルのトントロ動画もぜひご覧くださいね。実はちょっと部位が違うのですが、パラグアイではこれをトントロと私が勝手に呼んでよく食べてました。味噌だれと醤油だれを入れます。昭和レシピチャンネルでも焼肉のタレのレシピを紹介しています。ハラミ焼肉もパラグアイで食べてました。ぜひ動画をご覧ください。カルビ。肉に厚みがあると火の通し加減を抑えてレアな状態で柔らかく楽しめるんですね。キムチもいただきます。キムチも本場韓国の漬け方を紹介していますので、ぜひご覧ください。石焼きビビンバ。コチュジャンを入れて混ぜます。満足度が高いランチでした。2店舗目、つくし。ここも昨年マッサージオリエンタルがオープンしたのとほぼ同時期にオープンしたお店で、市役所の担当者から話を聞いていたので、ぜひ一度食べに行きたいと思っていたお店です。これらの新店舗が軌道に乗るように応援したいですね。1名ですけど大丈夫ですか？大丈夫です。はい。牛カルビがなくて、つくしカルビか中落ちカルビとかだったらあるんですか？あ、つくしカルビって何ですか？つくしカルビはお店のタレをかけておすすめです。おすすめ。じゃあそれにします。はい。
まずはオレンジジュースで喉を潤します。ありがとうございます。お通しです。鶏皮。これをかける。ニンニクと生姜。焼肉のタレ。つくしカルビ。つくしカルビを焼きます。さっと炙るような感じで大丈夫そうです。レモン汁につけてさっぱりといただきましょうか。油のうまみを感じながらご飯と一緒にいただきます。美味しそうでしょう。美味しい。白飯との相性が抜群で箸が止まりません。次は醤油だれでいただきます。もうご飯を食べるために肉があるようなものです。かけ冷麺が来ました。キムチがついてます。冷麺の透明感ある麺は噛むほどに心地よい弾力が返ってきます。角研ぎを入れて、角研ぎは大根キムチのことですね。白菜キムチよりコリコリ食感が好きなんです。白菜キムチのように間に唐辛子が挟まっておらず、表面だけなので辛いのが苦手な私にはちょうど良いのです。スープも美味しいです。美味しい。角研ぎ最高。キムチの辛さが加わることでスープのうまみが一段と引き立ちます。骨付きカルビきました。ラー
ンサラダ来ました。味噌ラーメンサラダ、この名前を見たとき、一瞬デュプリー先生が教えてくれたラーメンサラダを思い出しました。どこでそのレシピを知られたのだろう。もしかして昭和レシピチャンネルと思いましたが、まさかやはり違いました。デュプリー夫人のラーメンサラダは生の乾麺をそのまま使いますが、これはちゃんと茹でたラーメンでした。でも美味しかったです。お店のスタッフから大きな皿に入っていて食べきれないかもしれませんよと言われましたが、美味しくて全然大丈夫、平らげました。乾麺じゃなく本当の生麺。骨付きカルビ、これはこの店の最高級の肉ですね。骨付きカルビは韓国へ行った時によくご馳走になりましたが、あの味が忘れられず、高くてもつい注文しちゃいます。ここぞという時の自分へのご褒美ですね。今日はちょっと嬉しいことがあったので思い切っちゃいました。嬉しいことって、それは YouTube から YouTube クリエイターコミュニティへの招待状が届いたんです。これって何だろうと思ってチャット GPT に尋ねてみたら、数あるチャンネルの中から 0.0 何%かごくわずかのチャンネルだけが選ばれる、とても名誉なことらしいのですね。チャンネルの成長のために YouTube が公式に応援してくれるチャンネルと認められたということです。5年以上、もうすぐ6年になりますが、継続してきたことを認められたことが嬉しくて泣いてしまいました。今年はさらなる飛躍の年にしたいと思いますので、これからも皆さんどうぞ応援くださいね。鶏ハラミも来ました。鶏ハラミは幻の食材とも言われています。鶏の内臓を守る腹筋のお肉で、1羽から4から10グラム程度しか取れない貴重な部位。ジューシーでコリコリとした歯ごたえが特徴。肉とホルモンのいいとこ取り。肉の旨味と脂の甘みが味わえるんです。これもおすすめだけあって本当美味しいですね。今度また何か嬉しいことがあったら、骨付きカルビと鶏ハラミでお祝いしましょう。
した。牛タン、本当はおすすめの豚軟骨が食べたかったのですが、品切れということで牛タンにしました。コリコリ歯ごたえがいいですね。昭和レシピチャンネルの牛タン動画もぜひご覧ください。3店舗目は赤のれん。ここは9時で初めて食べた焼肉店です。老舗の風格、肉の質も上カルビや上ロースまで置いてあり、贅沢に焼肉を味わいたい時におすすめ。長年地元民に愛されてきた焼肉店です。こんにちは。どうも。上カルビ、豚トロ、どうも。豚トロ、豚トロもサシが入っていて上質のお肉が使われているようです。玉ねぎとピーマンも焼きます。上カルビ、これは黒毛和牛、サシが入って最高に柔らかく美味しいお肉でした。
肉の繊維がほどけるように柔らかい。噛むほどに肉汁がじんわり広がります。この厚みがまたいいんですよね。焼きすぎずレア気味で食べるのが最高です。4店舗目は岩手短角牛の焼肉店舗福次郎に来ました。9時で炭火を使って焼肉を提供してくれるのはここだけではないでしょうか。すいません、魔法ジュースって何ですか？魔法ジュースはクエン酸の効いたちょっと人によってちょっと甘く感じるかもしれないです。あ、そうですか。はい、それを一つと粗ごしの梨を一つ、粗ごしなしのジュースと魔法ジュースがお一つ。はい、鶏のユッケ、はい。これですか？鶏のユッケが塩とピリ辛とお味が選べます。塩で、はい、鶏ユッケの塩がお一つ。はい、はい、それから肉寿司、はい、肉寿司がお一つ。はい、で白飯の大、はい、白飯の台がお一つ。それから冷麺のハーフ、はい。冷麺のハーフが太麺と細麺と麺の種類が選べますか？太麺で、冷麺ハーフの太麺がお一つ。はい。それからで3種の食べ比べ、牛肉食べ比べ、はい、牛肉の食べ比べがお一つ。はい、はい。とか三種も、はい、サンチェがお一つ。はい、はい。以上で、以上で。はい。鶏ユッケは生産者の段階から徹底的に衛生管理された鶏だからこそ生でも食べられます。お店でも鮮度管理を徹底しているのでしょうね。20年ほど前に
東京の水道橋のお店で初めて食べて感動したのを覚えています。ぜひ皆さん、久慈の美味しい鶏を食べにいらしてくださいね。あります。はい、どうも。はい、失礼します。牛ハラミと短角牛ロースト、牛カルビ。タレを入れます。野田塩でシンプルに食べても美味しそうです。まずはハラミを食べましょう。炭火は遠赤外線の効果で外は香ばしく中はしっとり柔らかく焼き上がります。短角牛もいきましょうか。短角牛は赤身が美味しい牛で噛むほどに旨みが広がります。脂は控えめですがその分肉本来の味わいが際立っています。ヘルシーなのに旨みが濃い、まさに大人の焼肉です。サンチュに包んで味噌をつけてご飯も一緒に包んでいただきます。おいしい。魔法ジュースという名前だけで頼みたくなりますね。タレの香ばしい甘さが肉の脂とよく合います。肉寿司は一口で広がる旨みがたまりません。これは美味しそう。海鮮だけでなく短角牛の焼肉も久慈を訪れたらぜひ味わってほしいですね。脂が甘くてしつこさがないのが特徴です。炭火は火力が安定しているので厚めのお肉でも失敗が少ないんです。ガス火とは違う炭独特のいぶされた香りが肉にふわっと移るんですよね。
冷麺くん。焼けた瞬間に立ち上る香りだけでご飯一杯いけそうです。余分な油が炭に落ちて煙と一緒に旨味に変わる。これが炭火焼肉の醍醐味です。
サンチュに包むと肉の熱と野菜のシャキッと感が合わさってバランスの良い一口になります。味噌のコクが肉の旨味をしっかり引き立てています。はい、はい、すいません。どうも。こちら辛みになります。はいこちらお下げします。はい、どうも。冷麺、豚肉にゆで卵やメロンときゅうりが乗っています。角とぎ入れて、太麺を選びましたが食感が楽しく正解でした。冷やしめかぶラーメンを追加しました。熱々の焼肉の後に冷たいラーメンいいですね。口の中がさっぱりします。スープも美味しい。福次郎はメニューが豊富で楽しめます。芸能人たちのサイン色紙が飾られています。5店舗目、三平。階段を上がると煙もくもく、リーズナブルに焼肉が楽しめるお店です。換気が追いつかないくらいの煙もまた昭和の焼肉という感じで良いですね。すいません、空いてます？あ、はい。一人なのでここでもいいですし、ここでも大丈夫ですか？こっちのはいいです。あここはもう予約席なんですね。じゃあこの辺でおすすめ。よく出るのはカルビ、豚バラ、ホルモンとかレバーが出ますね。カルビ、豚バラ、レバー、ホルモン。とかが結構この辺は出ますね。なるほど。そしたら量ってどれぐらいですか？量というと、だいたい100、お肉だと110、20ぐらい、20グラムぐらい。じゃあ2、3枚は一人で食べれますよね。そうですね。はい。じゃあそのカルビとはい。豚ロースとはい。レバー。レバー。はい。はい。でご飯味噌汁付きではい。お願いします。錦が来てますね。これは誰のサインですか？それはね、青山ですかね。ああ、やっぱりお相撲さん。そうですね。へこちらのソースとはい。カルビです。うちはつけたれございませんので、このままはい絡めて乗せて、あそのままお召しあり上ががとうございます。結構量ありますね。そうですね。この辺だと気が言われますね。はい、こちらがレバー味噌タレになりますね。はい、どうもありがとうございます。はい、ではお味噌汁も来ます。はいはい、どうぞ。はいどうもはい味噌汁来ました。一人でこれじゃ十分でしょう。レバーも焼いてます。
これは特にタレつけなくても味がついてるからこのまま食べれるんです。まず豚バラ食べます。うん。カルビ。レバーどうですか？美味しいです。割とよく食べれないっていうお客さんも、ここに来てれば食べれるようになりました。ああ、ね、私大阪実家肉屋だったんです。そうなんですか。なので生のレバーもそうそうよく食べてました昔はね、生のレバーね、出してたんですけど、今ね、食べなくなった。残念。軽くていいでしょう。うん。はいどうも。はいどうぞ。はい、ありがとうございます。スープの酸味と甘みのバランスが絶妙で、焼肉の後にぴったりなんです。キムチ、豚バラが入ってます。きゅうり、卵、パイナップル。うん、美味しい。美味しいスープ。どうもごちそうさまでした。はいどうも。美味しかったです。どうもどうもありがとうございます。おいくらでしょう。はい、少々お待ちください。2980円。はい、はい、どうもごちそうさまでした。いや、また来ます。はいよろしくどうお願いしますも。ありがとうございます。ごちそうさまでした。来ました。牛タンに豚バラ、野菜焼き、キムチ、生ホルモン来ました。リーズナブルで量が多くて
常連さんに愛されている理由がわかります。焼いているだけで漂ってくる香りがもうごちそうです。豚バラ。豚バラ。6店舗目ソナム。昭和レシピチャンネルで以前一度紹介していますので、詳しくは省略させていただきますが、ランチタイムも営業しており、短角牛と和牛両方の焼肉を楽しめるお店。また自家製冷麺がスープも麺もオリジナル、独特で癖になる美味しさです。ぜひ味わってみてください。ソナム単独の動画もその魅力をたっぷりにまとめていますので、ぜひご覧くださいね。いかがでしたか？9時の焼肉店
どれも甲をつけがたいそれぞれに特徴を持って美味しい焼肉を提供してくれるお店です。9時には海産物目当てでいらっしゃる旅行者が多いですが、焼肉も狙い目。短角牛の焼肉は他ではなかなか食べられません。この動画を見て気になったお店がございましたら、ぜひお寄りください。9時から美味しい情報を発信する昭和レシピチャンネル。登録と評価、コメントよろしくお願いいたします。コラボも募集しています。お気軽にご連絡ください。9時の奇跡の整体院、マッサージオリエンタルへもどうぞいらしてくださいね。では、まだナス、ノス、ベモス、チャウチャウ。